ちは、あわです。今回はトミテックさんの鉄これ、猫屋線のキハ185を開封します。こちらは貨車のフォア7もセットの製品構成となります。キハ185と聞くと JR 四国や JR 九州を連想してしまいますね。鉄これには展示用の動床付きレールが付属します。動力と走行化パーツを取り付けるだけではなく、室内と前照灯を組み込む加工を行っていきます。ではまずは貨車のフォア7から見ていきましょう。この車両は80分の1スケールで 9mm ゲージの HO ナローとなります。実車相当に換算するとレール幅 720mm となり、軽便鉄道の 762mm に近いサイズとなります。では走行化パーツを取り付けていきましょう。まずは台車から外していきます。最後尾側はダミーカプラーが装着済みです。もう片方はスプリングなしのアーノルドカプラーが装着されています。次にボディを分解していきます。床板はウェイトを固定できるようになっているので、走行化パーツに付属のウェイトを固定します。ウェイトが簡単に床板部分に収まります。しかし緩すぎて貨車を逆さにするとウェイトが外れます。そこでウェイトに両面テープを貼って床板に接着します。ウェイトが緩くて固定できない点は製品の個体差にもよると思われます。床板にがっちり固定できれば両面テープは必要ないと思います。一度取り付けてみてテープ固定を行うかどうかを決めるといいのではないでしょうか。これでウェイトの固定完了です。次はカプラーをスプリング付きのアーノルドカプラーに交換します。こちらも走行化パーツに含まれています。スペーサーを台車に取り付けてカプラーを装着していきます。次はプラ製の車軸を走行化パーツ付属の金属製の車軸と交換します。今回は貨車には特に通電を要する加工は行いませんが、室内灯などを組み込む場合にはこの金属製車軸を活用できます。鉄これ台車枠は車軸の固定が緩すぎて簡単に外れることがありますが、今回は緩すぎることはなくしっかり固定できました。カプラー交換、車軸交換を終えたら台車を戻していきます。前後の台車の走行化を終えたら屋根を戻して貨車の整備完了です。次はキハ185の整備で、ここからがメインの工作となります。前照灯パーツはプリズム仕様なので動向ができそうです。前照灯を入れる場合はライトをどこに固定するかが大事ですね。前照灯の動向経路を考えているときに前面パーツが外れました。前面が外れるなら工作も少し難易度が下がりそうですね。とまず前面パーツは元に戻しておきましょう。
ではボディを外して動力化と室内灯組み込みへ進みましょう。動力は鉄コレ用の純正品モーターを使用します。前照灯は一番最後に考えることにします。動力ユニットを開封しましょう。とりあえず通電確認をしておきます。すべての車両に言えることですが、加工前にデフォルトの動作確認は必ず行いましょう。最初に動作確認を行うのは、初期不良があっても加工前でなければ交換などのサポートを受けられないためです。次にキハ185の床下パーツを分解していきます。台車枠は動力ユニットへ移植する必要があるので、台車から外しておかないといけません。また床下機器も動力ユニットへ移植するため、こちらも外す必要があります。外す際は配置を忘れないように注意しましょう。次に床板と床上カバーを外します。分解するとこんな感じになります。床下機器は配置を間違えないように再度床板に戻しておきます。動力ユニットの台車にカプラーを取り付けます。貨車と同様にスペーサーを取り付ける必要があります。スペーサーが緩くて外れやすい場合は、スペーサーとカプラーを接着剤固定してもいいと思います。床下機器類を動力ユニットの床下へ移植します。台車枠を動力ユニットの台車に移植します。次は室内灯への導電確保の工作へ進みます。鉄コレ側の床板から外した床上カバーを動力にかぶせて使用するため、導電用の導線を通す位置を確認しておきます。動力ユニットの終電板からカバーの真上の小さな穴へ導電できそうです。この終電板に直接導電用の導線をハンダ付けすることにします。予備ハンダを持っておきましょう。動力ユニットの床板などにハンダゴテが触れないように注意しましょう。ハンダを持って準備完了。続いて導線をハンダ付けします。ショート対策にエナメル線を使用するのもありですね。床上のカバーを戻しておきます。ハンダ付けした導線をカバーの上へ通しておきましょう。次は室内灯用のユニットを作成します。ブリッジダイオードと電解コンデンサをハンダ付けします。電解コンデンサの足をテープ LED に接続して室内灯の準備完了です。動力ユニット側の導線にハンダを持って室内灯を接続します。今回は室内灯は取り外し可能な仕様ではなく、完全にハンダ付けして固定してしまいます。ブリッジダイオードと動力からの導線をつないで接続完了です。
ボディをかぶせて通電させてみます。点灯 OK です。次は最大の難関、全消灯です。全消灯への導光には光ファイバー線を使用します。全消灯パーツの後方に穴を開け、光ファイバー線を通します。全消灯のプリズムに光ファイバー線が接した状態で接着固定します。接着には瞬間接着剤を用いました。前面パーツに全消灯パーツを取り付けます。そして光ファイバー線からの導光を確認します。光ファイバー線は屋根付近でカットして LED の光を当てる形とします。次に光ファイバー線との接点付近に黒で塗装した筒を固定します。この筒の中に LED を押し込むことで光漏れを防ぎます。黒で塗装した筒に砲弾型 LED を突っ込んで屋根に LED を固定します。筒の周りをアルミテープで固定して筒と LED の隙間からの光漏れも防ぎます。LED のコードは銅箔テープで屋根裏に固定します。LED のコードの先に細い銅板をハンダ付けします。そして銅板部分を動力ユニットからの導電用の導線にハンダ付けしていきます。もっとスマートな方法があるんじゃないかとも思いますが、とりあえず思いついたままで作業を進めました。これでヘッドライトの接続も完了です。点灯テストを行います。点灯を確認し、車両の整備完了です。後日、走行動画の投稿を予定しています。ヘッドライト用 LED にはスイッチングダイオードを取り付けています。これで前進時にのみ点灯するようにしています。詳しいライトの作成方法は過去動画にありますので、概要欄をご参照ください。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。